信じ、ディーバーを使え、イエーイ。シーズン1の3週目、ディーバーの専用武装が登場します。このディーバーは個人的にシーズン1の武装の中では最も優秀な武装キャラだと思っています。彼女の特徴をよく理解して使いこなしていきましょう。ディーバの専用武装を解放するためには、まずディーバの英雄のランクを星5にして、シーズン1の3週目、木曜日に販売されるディーバの専用武装パスを購入しましょう。ディーバ専用武装のかけら50個を使って武装を解放することができます。以降のレベルアップは汎用のかけらでも行えますが、かなり大量に必要なので少しずつ集めていきましょう。専用武装解放直後に強くなるスキルは通常攻撃の強化です。戦闘開始時に味方航空機英雄が多いほどディーバのダメージが増大していきます。この効果は通常攻撃を行うごとに低下していき、支持下がりで弱くなっていくといった特徴があります。しかし戦闘開始直後の最序盤は相手英雄の防御系のバトルスキルも発動しておらず、最もダメージを与えやすいタイミングとも言えます。前衛の守備が弱いキャラクターをディーバで狙うことができれば、1バトルスキル発動までに体力をゴリゴリ減らすこともできるでしょう。会心が出ればより高ダメージを稼ぐことができるので、星2や星4のレールガンで会心率を上げて武装ディーバを使っていきたいです。武装レベル10ではバトルスキル発動後のディーバの攻撃速度が4秒間上昇します。この効果も味方航空機が多いほど強くなります。武装レベル20では航空機専門家を得て味方航空機の全ステータスを 7.5% 上昇させます。一軍航空機の方はまずこの武装レベル20が目標のラインとなります。そして武装レベル30でディーバはさらに驚くべき進化を遂げます。なんと戦闘開始直後にどこかに行ってしまいます。というのは冗談で、相手の前衛にバトルスキルを打ち込みます。しかも武装レベル10で紹介した通り、バトルスキル発動後の攻撃速度の上昇も付与されるので、1バトルスキル目までの攻撃性能がめちゃめちゃ高くなります。このディーバはもうシーズン1の頃からシーズン5終わるまでずっと強いキャラクターなので、ぶっちゃけ全武装キャラの中でもかなり高ランクに位置する強さを持っていると私は思います。なぜディーバはそんなに強いのか。このディーバの持つ戦闘最序盤に強いという性質がこのゲームの戦闘において優位に働いています。まず戦術の通り最序盤は防御系のバトルスキルも発動していないので、この間に高ダメージを叩き込めるディーバは優秀です。そして航空機アタッカーの中でも比較的防御力のステータスが上がりやすいディーバは装備を固めて前配置をすることによって驚異の粘りも見せてくれるようになります。さらに戦域対決などの大規模戦闘になってくると、このディーバの強さは絶大なものになります。特にプレイヤー間の実力差が大きい場合、この差は顕著になり、この戦闘履歴を見てほしいのですが、最強の航空機部隊にかすり傷さえつけられず、複数の部隊が抜かれていってしまっています。半端な部隊だと相手が航空機の場合、シールドを削ることすらできなく、ディーバの最序盤の猛攻プラス第1バトルスキルで消し済みにされてしまいます。シーズン1の時点ではまだイメージがつかないかもしれませんが、このゲーム進んでいくと戦車部隊は第3スキルが最も強くなり、ロケラン部隊は戦闘が長引くほど固定のスリップダメージが伸びるようになるといった特徴を持っています。これらの特徴はある程度戦闘が長くないと発揮されませんが、
どのような戦闘であったとしても、最初の10秒というのは存在しています。序盤に高パフォーマンスを発揮できる武装ディーバは、戦闘回数が多いほど得られる恩恵が大きくなると言えます。武装ディーバを活用した編成を紹介します。まずはよくある航空機編成です。モリソンとディーバの位置はぶっちゃけ悩みますが、この並びがあらゆる部隊に対して安定を取れると思います。次に前のディーバ配置です。武装強化で強くなったディーバにはガーディアン星2、レーダー星2くらいは持たせてあげたいところです。右に並んだディーバとモリソンで、この位置にいる相手の前衛をさっさと排除してしまい、戦闘を有利にしましょう。次に、モリソンを前に配置するパターンです。対航空機戦を強く意識しており、もう戦車はみんな蹴散らせるよといった人向けです。モリソンを前に置くことによって、相手スカイラーのスタンの回避を目的としています。モリソンに強い防具が必要なので、編成の難易度は前ディーバよりも高めになります。せっかく強くなったディーバが後ろにいるので、スタンをもらってしまう可能性まで考えると、この時期には編成難易度は難しい割に、受ける恩恵が少し小さいといった編成だと感じます。次に、アダムを後ろに配置するパターンです。こちらも対航空機を強く意識しており、アダムがいる分、防具が緩くても前にディーバやルシウスを配置することができます。しかし、それでも半端な防具だと、ルシウスが速攻で落とされてしまう可能性があるので、ルシウスには星4のガーディアンをつけてあげたいところです。そういった意味で見ると若干編成難易度高めだと感じます。シーズン4以降は最強と名高いマーフィー型の航空機も考えられますが、この時期にはまだ編成難易度の割には旨味が小さいかもしれません。そしてシーズン5に入ってもたまに見かける編成なのですが、前にアダム、スウィフト、後ろにスカイラー、ルシウス、ディーバといった2、3編成という形があります。ただですね、これは一部の変態しか使えません。航空だけでなく、ロケランの科学のレベルアップもしておかないといけないですし、1、バトルスキル目までの前衛の防御がとにかく脆いので、アダムとスウィフトに星4の防具のセットは欲しいところです。また、スキルチップに関しては、真ん中と右はロケラン、左と上は航空といった混合チップが適しています。中と右のロケランのチップも高レベルでないとまともに前衛が耐えないと思うので、チップに関してもレベルが高い必要があります。ただ、1回目のバトルスキルをある程度余力を残して迎えることができれば、一気に試合の流れが変わってきます。防御反撃状態の前衛のロケットランチャープラスルシウスといったこの布陣は頭がおかしいほどガッチガチに硬いので、序盤明らかに負けそうなのに驚異の粘りで巻き返すといった戦闘を見ることもできるでしょう。はい、というわけで今回はシーズン1の3週目に武装をもらえるディーバーについて詳しくお話ししてみました。この動画良かったよ、参考になったよと思われた方、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に。良ければこれからディーバ武装使いこなしていくんだといった方にこちらの動画のシェアをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。暴走するディーバの前に現れた謎の忍者男。ニチャーと笑う彼の手に握られているのはまさかのバスケットボール。ルシウスはピザ食ってるし、スカイラーは旅行中。序盤、中盤、終盤と隙のない航空機たちはどこへ向かうのか。次回、劇場版ラストウォー。カーリー、もうお家帰ってもいいですか？さて、この次もモリソン。